底辺だ、底辺だ。ついにパズルが解けたデー問題だ。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆるてなんぼのゆでおんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年33号、ワンピース最新話1120話、アトラスを考察していきます。この1120話では D について語られています。D とは何か、結論を先に言えば、D の意味とは大門であると考えます。どういうことでしょうか。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずは1120話の予想を振り返りましょう。2週間前、1120話はこのように考えました。こちらです。1120話の類似話数は、20話、120話、1020話です。20話は泥棒道。ルフィは小さくなったバギーを吹き飛ばします。すると、1120話でも引き続き五老星が一人吹き飛ばされそう。次に120話では王女ビビを呼べとカルーを脅しているミスター5。ならば1120話では鉄巨人エメト君とけなげなカルーが印象的に繋がってエメト君は主人の名前ジョイボーイと叫ぶのか。次に1020話ではブラックマリアの幻影によってクローバー・オルビア・サウロン姿が登場。すると1120話でも大原の話が語られるのか。そんな1120話の話数の語呂合わせ予想は、人々連れてエッグヘッドに残ったナミたちを連れて脱出するのか。人々連れ1120話では何か辛いことが起きるのか。例えばインペルダウン編のようにエッグヘッドに誰かを残して脱出していくのか。はい、1120話の予想は60点くらいでしょうか。さらに要素を追加して話数の理論を固めましょう。20話では腕が取れるバラバラフェスティバル。一方1120話では逆に腕が取れないエメト君。次に120話では仲間のドリーを倒したブロギー。一方1120話では仲間のリリスを倒すアトラス。そして2週間前にクローバーとオハラの話は予想できました。また五老星を一人吹き飛ばす展開やエメトとの会話、さらに語呂合わせ人々連れてなどの予想も合致しています。やはり話数の理論は完璧ではないものの現状では最強の考察方法です。1116話のイム様登場、1117話の名前の話、1118話の太陽の回、1119話の音や声の話、そしてこの1120話のクローバーの話など、すべてここまでの展開を事前に予想して合致しています。話数の理論はもはや絶対法則だと断言できます。もしも間違っている場合は、法則が間違っているのではなく、僕が法則を読み違えている場合があるというだけです。つまり逆に言えば、話数の理論は最強であり最強。ぶっちゃけもはやネタバレ級。不都合な真実であり事実。せいせいせい。それでは今週は本編より先に D について考えましょう。なぜなら次の1121話はワンピース連載27周年記念会一つなぎ。次の1121話で D の意味が明かされる可能性がある。 D とは何か。僕は10年以上前から夜明けドーンの頭文字であると考察してきました。そして D について語られた1085話では900年前のアラバストの女王リリスの手紙に沈みゆく世界に夜明けの旗を掲げ、夜明けという言葉が使われていますし、ルフィことニカの技名も白いと書いてドーン。白む夜明け。ニカは白い夜明けの技を使っています。故に D の意味も夜明けドーンなのか。この考え方は一見すると当たっているように思えます。ただ最強の話数の理論だと夜明けじゃないな。次の1121話の類似話数は21話、121話、1021話です。この3つの回に夜明けを表す描写はない。10年以上も D はドーン、夜明けだと言い続けてきたのに、先ほど自負した最強の話数の理論、その理論では夜明けに全然リンクしない。つまりもしも1121話で D の秘密が明かされるなら D イコールドーンではなさそう。 D について改めて話数の理論を使って考えていきましょう。ポイントは1121話の類似話数、1021話のデモニオでしょう。デモニオとは悪魔であり鬼。つまり次の1121話でもしも D の意味が明かされるなら、その D の意味とは鬼である可能性が高い。 D については27年もの間に様々な仮説が立てられています。デビル説、デーモン説、ドーン説、ドリーム説などたくさんありますが、最強の話数の理論が示しているのはデモニオ、つまりは悪魔と鬼なのです。
悪魔の子ロビンが変身した悪魔の姿、デモニオ、悪魔を考えざるを得ません。まず悪魔を表す英単語は3つあります。デビル、デーモン、サタンです。このうちサタンの頭文字は D ではないので違います。次にデビルの語源はディアボロスですが、デビルやディアボロスの意味は邪悪な存在、悪口を言う人、悪魔王などを表します。一方でデーモンの意味とは悪魔や鬼、精霊を表します。このデーモンのヨーロッパでの言い方がデモニオですから、D がもしも悪魔や鬼を表すならデビルではなくデーモンの方でしょう。デビルとは常に邪悪、デーモンとは必ずしも邪悪を表す言葉ではない。つまりデビルは犬様や五老星の方を表していて、デーモンの方は D の一族を表していそう。こちらの動画で紹介したように、小田先生は19歳の頃から明らかに精霊について考えています。つまり悪魔の実の悪魔とはデビルではなく、いたずらな精霊という意味のデーモンかもしれません。D イコールデーモン。D のものとはデーのモン、デーモン。英語を読めない昔の日本人は D をデーと読みました。さらに小田先生の故郷熊本の方言でものとはモンと読みます。ここがポイントです。 D のものイコールデーのモンイコールデーモンイコールデモン。モンキーデーモンルフィ、モンキーデモンルフィ。これだけではまだ何とも言えません。もっと深くデーのモン、デーモンを考えましょう。デーモンの語源は古代ギリシャの概念である大門と言います。デーモンだけの意味なら悪魔、鬼、精霊ですが、デーモンの語源である大門にはたくさんの意味があります。大門とは神であり悪魔、そして力であり運命、英雄の魂や守り神、人と神の中間的存在、そして鬼や鬼神という意味です。大門とは善でも悪でもない中立な霊的存在の概念です。この大門が徐々にデーモン、悪魔や鬼という意味に変わっていったと言います。D イコール鬼。鬼についてはこちらの動画や4年前にも考えたように、ワンピースでは鬼や鬼の子の伏線が張られています。仲間のために戦うロジャーはまさに鬼と呼ばれていました。さらにデーモンの語源、大門を古代ギリシャの言葉ではなく日本語と掛け合わせると、それはヤクザが背負っている大門と重なる。古代ギリシャの大門と日本語の大門のダジャレ。小田先生はヤクザ、人気映画や落語とダジャレが好きですから、D イコール大門のダジャレはあり得ます。大門とはヤクザが代々受け継いでいく紋章、屋号です。それはまさに受け継がれる意志。D とは血縁を盾と受け継がれてきた、まさに血塗られた大門。D の秘密が語られた1085話の話数の語呂合わせは、人の屋号。人の屋号でした。ヤクザはこの屋号、大門を仲間の証にしていますから、大門は D の意味と合致しているのです。エース、サボ、ルフィの3人はヤクザのように杯を交わして義兄弟となり、さらに D も授けていました。D がもしも大門なら、このシーンの伏線を回収できます。また大門とは別名、変わり門と呼ぶ。変わり門とは変わり門。D の一族は確かに変わり門ばかりです。すると、ヤクザといえば海軍、杯と藤虎一将。それは D の一族との仁義なき戦い。てれれー、てれれー。そしてヤクザの親分、兵五郎にも注目です。兵五郎はなぜか、ニカに似た姿でした。これも D イコール大門。ヤクザなら伏線を回収できる。またこちらの2年前の動画では、D の一族とは、赤座やクイーン男とリンクする一族だろうと考えました。つまり、D の一族とは、任侠一家、ヤクザ門下。任侠とは、男気であり、心意気。仁義を重んじ、弱きを助け、強きをくじく。人のために体を張る、自己犠牲の精神です。生前のヤクザが任侠。戦後のヤクザが暴力団。そんな小田先生が大好きな任侠の語呂合わせは、任侠。294話。ひし形のおっさんことクリケットの願い、黄金の鐘を鳴らすまでルフィは空島を離れないという、それこそがルフィの任侠道。ゾロは武士道、サンジは騎士道。ルフィは D、大門を背負うヤクザ門任侠道か。そんなヤクザの語源とは、花札において見た目は派手だが役に立たない手札を示す8点9点3点を表している語呂合わせ、ヤクザ。
ヤクザものが語源だそうです。さらにもう一つ、ヤクザの語源があります。それは、見た目が派手な歌舞伎役者の役者がなまってヤクザとなったという説もあります。つまりヤクザの語源は、負け札と歌舞伎役者を表す。そして僕は3年前、D の意志の語呂合わせは D の意志1014話であると考えました。その1014話のタイトルが、人生の大根役者。派手な歌舞伎役者である勘十郎の敗北。つまりは D イコールヤクザイコール大門を表す。1014話ではカイドウのジョイボーイ発言。さらにお菊による夜明けの発言。それらはすべてトンチ屋で。さらにまだあります。大門のダジャレは大門だけではありません。大門の2つ目のダジャレは大問題です。大問題だらけのデーの問題。どんな問題？これはロビンの空島のセリフにつながります。彼の名はモンキー D ルフィ。私も興味が尽きないわ。D？ なるほど。長一文字似ておるな。そう。それがきっと歴史に関わる大問題なの。大問題なの。大問題とは大クイズ。つまりはトンチやで。あれが噂の大問題ルーキー麦わらか。大問題ルーキー麦わら。D のものイコールデーのもん。デーのもんイコールデーモン。デーモンイコール大門。大門イコール大門。イコール大問題。これは大問題だよ。まとめましょう。D とは何か。それは10年以上考えてきたドーン、夜明けではなく、僕が確立している話数の理論から考えると、次の1121話の類似話数である1021話のデモニオとつながり、さらに、オハラの悪魔と呼ばれたクラウディ・クローバーともつながって、デモニオ、デーモンの語源である古代ギリシャの概念、大門へとたどり着きました。その大門とは神であり悪魔、そして鬼であり鬼神、精霊であり守り神と言います。悪い子は D に食われてしまうぞ。さらに大門のダジャレから日本のヤクザを表す大門、つまり D の一族とは赤座屋のような人形一家だと考えられる。それは D のやりとりがあった義兄弟の杯にもつながっている。そんな D たちはみんな変わり者であり、それは世界政府にとって大問題の一族です。すると最後に考えておきたいのは D イコール鬼や悪魔ならデーモン、デモン、デモニオ、大門。小田先生はどれを D に採用しているかです。モンキーデーモンルフィ、モンキーデモンルフィ、モンキーデモニオルフィ、モンキー大門ルフィ。この中ですでにデーモンはマゼランの技名で使われています。ベノムデーモン、地獄の審判です。デモンとデーモンの可能性はこれで消える。いや、しかし、ニカという名前もメダカの5つ子ニカがいましたから、それはまだわからない。そこで滅ぼされた巨大な王国の名前も合わせて考えてみましょう。デーモン王国、デモン王国、デモニオ王国、大門王国。王国の名前も考えると大門王国がしっくりくるか。大門ってなんか巨大な感じがするじゃん。それは神の国であり、悪魔の国であり、鬼の国か。すると D の意味とは大門なのか。なぜならもしも1121話で D が大門だと明かされたら、その次の1122話でも D、大門の話が続くでしょうから、1122話の類似話数である22話とつながっていって、大門は22話の外門とつながる。大問題の大門と問題外の外門。はい。さらには、1122話の類似話数、1022話のゾロとサンジにもつながります。1022話のゾロの技は、煉獄おにぎり。サンジは悪魔風、ディアブルブートンショット。鬼と悪魔です。それはどっちも D、大門を表している。そしてもしも D が大門なら、そのスペルは大門。アルファベット A と E がひっくり返った。という文字が使われそう。大門。大門です。以上です。長くなりましたが、続いては本編を考察していきましょう。1120話のスタートは26年前のパンカーザード。パンカーザード内部には大きな鬼のような巨兵の影が見えています。そこで明かされたのはクローバーの本名も D。デーの門、デーモン、鬼か。
小原の学者たちは悪魔と呼ばれていましたから、D の意味が悪魔や鬼を表すデーモンや大門なら、これは後付けではありません。ここで伏線回収をできるのです。その本名はクラウディ・クローバー。めっちゃおしゃれな名前。しかしもしも D イコール大門なら、クラウダイモン・クローバー。おしゃれじゃない。クラウとは、ウィキペディアによると、アイルランド神話に登場する光の剣。それは神殺しの剣だと言われている剣だそうです。そしてこの神殺しの光の剣は、ニカのシルエットが持っている剣に似ている。ちなみにクローバーは虎のジャンパーを着ていますが、これはおそらく教えや知恵の書という意味のヘブライ語、トーラーと虎のダジャレでしょう。ちなみに、フジトーラーさんも聡明なキャラクターです。そんなクローバーの兄は D と名乗っただけで消されたという。その時、クローバーは生き残るために兄ではないと嘘をついた。これはかなり苦しく、屈辱的な選択だったでしょう。クローバーの兄は D だと名乗って消された。兄、お兄ちゃん。お兄ちゃんお兄ちゃん鬼。やはり D イコール鬼か。そんな鬼の語呂合わせはこの世に一つしかありません。それは0を前につけて、鬼。鬼。その男。麦わらのルフィ、鬼。しかしルフィは2話で逆に金棒を持った鬼みたいなアルビダと戦っていましたが、さらにちなみに1120話をひっくり返すと、お兄ちゃん。脱線しましたが、話を本編に戻しましょう。そんなクローバーのお兄ちゃんはおそらく歴史研究もしていたのでしょう。なぜなら D というだけで消されるならガープも消されてしまうからです。とにかく大原の悪魔クローバーが政府と戦う理由は弔いの意図もあったのでしょう。そんな弔いを今度はベアバンクが受け継いでいきます。それは1066話の大原のシーン。2年前に考えた1066話の話数の語呂合わせは弔い。それを聞いたロビンも震えています。以前考えたようにベアバンクの配信内容は大原のポーネグリフが由来ですから、ロビンはすでにほぼ全て知っているのでしょう。それはクローバーが D だったことも知っていた。なぜ戦うの？ D の名を持つあなたたちよ。ここでのロビンは恩人であるクローバーのことも憂いでいたと読み解けます。そんなクローバーの語呂合わせはクローバー。クローバーを逆さまにすると暴露。暴露キャラのクローバー。その意志を受け継いだのがベアバンク。小原が滅ぼされ、クローバーが死んだことで、ベアバンクはおそらく暴露配信を決意したのか。そんなベアバンクはクローバーの連れです。つまり友達です。これが1120話の話数の語呂合わせ一つ目。いい連れ。いい連れ。連れとは仲間、友達のことです。ベアバンク曰く、クローバーは過去から声が聞こえてくると言います。これはロジャーと同じ万物の声が聞こえるという能力なのか。ここでロジャーとクローバーが繋がっています。クローバーの語呂合わせはクローバー。968話。968話はロジャーの回です。あの声はきっと真実。誰かが生まれる。そして俺たちを超えていく。968話でロジャーが話している誰かとはもちろんルフィでしょう。そのルフィもまた万物の声が聞こえている。1120話でルフィは鉄巨人エメトの声を聞いています。これらは全て繋がっています。そして場面は変わってサニー号。天才の一人、リリスの計算によると、サニー号は海まで届かないという。これが1120話の話数の語呂合わせ2つ目。いいブレーン。いいブレーン。ブレーンとは頭脳のことです。そのリリスの前に突然現れて殴ってきたのはアトラス。アトラスはリリスを殴ってリリスのアクセスを切ると、アトラスは一人でブイナス星を止めるという。もちろんこれは麦わらの一味とリリスを生かすための自己犠牲。任侠です。そしてアトラスとはギリシャ神話に登場する神であり、その名前の意味は支えるもの、耐えるもの、歯向かうもの。ブイナス星は歯向かってきたアトラスの左腕を切断。腕がそれでもアトラスはブイナス星を掴んで阻止する。この隙にサニー号が海へと旅立ちました。しかしサニー号はリリスの計算通り海へは届かない。そこでアトラスはなんと自爆。この爆風を推進力にしてサニー号は海まで到達できる。ウソップとチョッパーは涙を流す。これが1120話の話数の語呂合わせ3つ目。人々連れ。人々連れ。
アトラスとの辛い別れ、それはまるでインペルダウン編の終わりに見たボンちゃんの自己犠牲のよう。これも2週間前に語呂合わせから予想できました。もちろんこのボンちゃんの自己犠牲も任侠道です。さらに2週間前、1120話の予想では、五老星1人を吹き飛ばすとも予想できました。アートラスの自爆でブイナス星の顔半分が吹き飛んでいます。しかし、不死身の五老星はやはり再生しています。場面が変わってエメト君サイド。エメトはルフィをジョイボーイと呼んで、ルフィと会話をしています。もちろんルフィは誰のことかわからない。そんなルフィにエメト君は、お前だよ、とツッコミを入れる。そしてエメト君はやはり太陽の盾であり、そしてジョイボーイの言い連れです。エメト君はルフィことジョイボーイを守ると言います。そんなエメト君の言葉はルフィにしか聞こえないという。これが1120話の話数の語呂合わせ3つ目。人一人と通話。人一人と通話。エメトはルフィとしか通話できない。それはまるでズニーシャみたいに。ズニーシャの声を聞けるのはロジャー、オデン、ルフィ、モモノスケでした。そしてズニーシャに命令をできるのはモモノスケだけでした。つまり、光月家も D でしょうか。光月大門モモノスケ。これは逆にかっこいいか。ルフィとモモノスケはワノ国の終わりに義兄弟になっています。とにかくルフィを守る鉄巨人エメト君はサンドワームのジュピーターと戦う。エメト君はロケットパンチを放とうとするが錆びて出ない。この隙にエメトも左腕を失ってしまう。腕が。そう、1話のシャンクスもまた太陽の盾か。この隙にサターンがエルバフの船へ移動しました。この展開はおそらく次回1121話でボニーが再びニカボニーに変身してサターンをぶん殴る展開がありそう。一方、左腕を失ったエメト君は考える。これ、いざって時だよね。ジョイボーイ、使うよ。何やら、エメト君は封印された力を使うという。これは一体何でしょうか。こちらの動画では、エメト君の動力はエースのメラメラの実由来であろうと考えました。なぜなら、ベアバンクが再現できない古代の動力とは、消えない炎、太陽だと言われていたからです。しかし、北欧神話の太陽の盾、スバリンとは、燃えるように冷たいものという意味ですから、ヤマトと同じくエメトは氷を使う可能性もあります。エメトが使う力は氷か炎か、どちらかわかりません。ただ、左腕を失ったエメトがロギア系の悪魔の実を動力として備えていれば、左腕を自力で復活できそう。ここで最強の考察方法、話数の理論を使いましょう。次の1121話の類似話数は、1021話デモニオです。そこでコアラはロビンに対して、いざって時の打撃だよ。パンチ。そのように助言すると、ロビンは悪魔化しました。それならば、エメト君がいざって時に使う力とは、鬼モード。エメト君が1121話で神となるのか。さらに1021話では、ブルックが氷の技を使っています。さらに121話では、ゾロたちが真っ白なローで固まっている。それならば、1121話でエメトは氷で五老星たちを固めるのか。エメトの鬼モードとはいわば氷鬼か。ワノ国でヒョウゴロウは氷鬼になっていましたが、氷か炎か、やはりどちらかわかりません。一方、ベアバンクの暴露配信はまだまだ続いています。ベアバンクはロジャーをゴールディ・ロジャーだと明かして、世界の未来の結論を次回1121話で語りそう。ベアバンクが結論付けた未来の結論とは何でしょうか。ベアバンクはラフテルへたどり着いたロジャー海賊団を話に登場させていますが、その結論とは例えば、沈みゆく世界を救うためには、ロジャーたちが残したワンピースを探せ。ここでしょうか。以前の動画で考えたように、ベアバンクは白ひげとヒョウ立体のキャラクターでしょう。ロジャーから受け継いだ白ひげはシャボンディ諸島で、ワンピースは実在すると叫んでいました。それならば、クローバーから受け継いだベアバンクは、ワンピースを手に入れろ。そんな風に発言しそう。以上です。続いては次回、1121話の展開を話数の理論から予想しましょう。1121話の類似話数は、21話、121話、1021話です。21話は、街。オレンジの街を出港したルフィたち。それならば、1121話で、エッグヘッドを去っていくのか。121話は分かってた。ぐるぐると回るミスター3のキャンドルサービスセット。ここと繋がるなら、エメトは回転技を使うのか。そしてエメトは氷の力で五老星を固めるのか。1021話はデモニオ。エメトは太陽の盾、スバリンの意味と同じく燃えるように冷たい氷の鬼モードと変わるのか。
それとも以前考えたように消えない炎の動力、人造メラメラの実の動力を発動させて炎の鬼モード、北欧神話の炎の巨人スルトのようになるのか。そんな1121話の話数の語呂合わせ予想は人々に言う。ベアバンクの暴露配信がいよいよ1121話で終わりそう。そこでは最後に D の名前、王国の名前を人々に暴露するのか。ヒトヒトツイン、真っ白な双子のようなニカボニーが再び登場してサターンを殴り飛ばすのか。人々封印、エメトが氷の力を使えるなら五老星を凍らせて一時的に足止めして封印できそう。以上です。皆さんはどう思われましたか。ありがとうございました。チャンネル登録してね。